誰だよマヨネーズやろうっつったの。俺だ。今日のごちそうさまチャンネルは男子おつまみ手作りマヨネーズでアスパラを食べようという企画ですね。基本家にある材料でできるはずなので、いつでも美味しいマヨネーズが自分で作れると。優しいマヨネーズなんですよ、すごく。だからなんか素材を完全に覆っちゃわない感じ。そういう風になんか野菜がその旬の時に、そういう時にいいかもしれないですね。いいこと言ったね今。久々いいこと言ったよ。皆さんこんにちは。お昼ご飯を食べた後でここにいるみんな覇気がないとです。というわけで今日はですね、男子おつまみ手作りマヨネーズでアスパラを食べようという企画ですね。マヨネーズというとやっぱり皆さんこれをね、この可愛い子ちゃんを、可愛い子ちゃん思い浮かべちゃうんですけど、あの味じゃない味もたまにはねちょっと食べたい。僕自身はそういう時がちょっとあるので、今日はマヨネーズをね作って美味しいアスパラの食べ方をお教えしたいなと思います。基本家にある材料でできるはずなので、いつでも美味しいマヨネーズが自分で作れると。まずマヨネーズの材料ですね。サラダ油、卵黄、すし酢、フレンチマスタード、お塩って感じですね。大体家にあるんじゃないですかね。僕ちょっと甘めの方が今回アスパラ食べるのいいなと思ってすし酢にしたんですけど、普通のお酢でもできます。それから、アスパラ、片栗粉、オリーブオイル、サラダ油、胡椒適宜ですね。はい、というわけでじゃあまずですねマヨネーズ作りますけど、疲れるんですよすごい。それだけは言っておきます。で卵、卵黄は必ずね殻座を除いて、殻座を除きます。でまずボウルに入れ、この時に白身がほぼ入ってない状態、これを気をつけてくださいね。でポイントなんですけど、一気に油入れちゃうと乳化しないんですよ。だちょっとずつちょっとずつ入れていくんです。まず最初入れますよ。ちょろっとこんぐらい。そしたら端の方でちょっとこう全体混ぜる。端の方で卵黄と油をまず混ぜ、でだんだん全体にこう混ぜていく感じ。で色鮮やかになりましたよね。色鮮やかになってちょっと重めこうなったら次の油を足していきます。本当にちょっとずつ、これね10回ぐらいに分けていいんじゃないかな。じゃあ足していきます。このねやっぱり美味しいものを食べるためには労働が必要です。食べるのマヨネーズだしね、ちょっと軽い運動してもいいんじゃないかぐらいの気持ちでねやってもらえるといいんじゃないかな。腕がやべえぜ。手作りマヨネーズに企画するんじゃなかった。いいっすねいいっすね。こういうだんだん重くなってきますね、こうやってね。はい、泡立て器は使わないですか？機械の。やっぱ持ってない人もいますからね。そこですよそこ。だよ俺。誰だよマヨネーズやろうっつったの。俺だ。やっと最後ですね。やっぱり10回ぐらい入れたんじゃないかな今。この状態ですね。卵黄と油を混ぜただけなんですけど、このぐらいの重さが必要かな。はい、でこの状態になったらここに調味料入れていきます。まずフレンチマスタード、お塩。ここまでしっかり重くできれば同時に混ぜちゃっても多分大丈夫ですね。でここまで逆にやらないと最終的にすし酢もしくはお酢が入るんで、そこで伸ばされるわけですよ。だからちょっと緩いとペシャペシャになっちゃいますね。ペシャペシャピシャピシャペシャピシャピシャですか？ピシャピシャかな。はい、また合わせます。
最終的にこのぐらいですね。ちょっと緩めです。この時点で味見してちょっと薄かったらお塩足す感じですかね。美味しいです。はい、そしたらアスパラの下ごしらえしていきます。でここは硬いので下ギリギリまず落としますと。はい、でここから、触ると大体わかるんですけど、2個目ぐらいの節から縦の繊維が走ってるんですね、外側で。皮分厚くて食べた時に歯ごたえものすごく悪くなるので、ちょっと薄くピーラーでこそぎます。はい、皮むいたら、1本丸ごとねやった方が見栄えはいいんですけど、やっぱりなかなか入るフライパンないので半分に切ります。でさらにですね、この下の部分、要はこっちの上の穂の部分よりも水分多いんですよね。で食べててちょっと単調になるので、こっちだけちょっとジューシーに仕上げるコツがあります。まずこの3本、下の3本だけ取ってサラダ油適宜かけます。でゴロ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 で片栗粉ちょっとこうまぶすんですね。そうすると油に粉が付着して、さらに油で焼くことでその粉に油が入るんですね。ということでジューシーに仕上がります。ナスとかも炒める前に油させて焼くと、ジューシーに仕上がるんですけど、こういうふうに表面がつるんとしてる野菜って油まとってそのまま維持してくれないので、ちょっとこういう一手間あってもいいと思いますね。さあ焼いていきます。オリーブオイルです。煮つけます。まず下の太い方からですね。やっぱ火通りがこちらの方が悪いので、あんまり触らない。だから温まりきったら中火ぐらいに落として、ちょっと粉離れはねどうしてもするんですけど、30秒ぐらいですかね。30秒ぐらい先に入れるイメージですかね。そしたら穂の方入れます。ちょっと油足りなかったら足しましょう。いい感じですね。さあ盛り付けていきます。ちょっとね粉離れはどうしてもしますけど、まだちゃんとまとってますよね。これがジューシーなポイントになるので、ちょっとこうねアスパラの盛り付けは少し角度つけたりして、で作ったマヨネーズですね。最後お好みで胡椒。はい、完成です。じゃあ焼きたてをいただきたいと思います。まずは穂の方ですね。粉をしてない、通常のオリーブオイルソテーにマヨネーズと。美味しいですね。優しいマヨネーズなんですよ、すごく。だからなんか素材を完全に覆っちゃわない感じ。そういう風になんか野菜がその旬の時に、今日はアスパラなんですけど、アスパラ旬の時にアスパラの味が美味しいじゃないですか。とっても走りの時は。そういう時にいいかもしれないですね。いいこと言ったね今。久々いいこと言ったよ。じゃあ今度はこってりしてる方ですね。はい、いただきます。やっぱちょっとオイルを感じますね。まとってる衣が若干だから超薄衣の天ぷらみたいな粉の味も入るんでしますね。やっぱレモンサワーだな。夏はやっぱりレモンサワーですね。夏でしょ今これ。違うよ、6月だよ。梅雨だよ、梅雨。梅雨はやっぱりレモンサワーですよ。というわけでね、ちょっと確かにハンドミキサーなしで、泡立てでやると少しだけ時間かかりますけど、でもそんなにねトータルで見ると多分5分10分以内ぐらいでできたと思うんで、ぜひね試していただいて、野菜が美味しい時期にこのマヨネーズと合わせて食べてみてください。ごちそうさまでした。